はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。はい、今 FJ クルーザーの中から失礼します。今日はですね、この僕の FJ クルーザーちゃんをですね、ちょっと今日は雪国仕様にしに行きます。はい、まあスタッドレス買いに行くだけなんだけどね。はい、いやーほんと今年さ、やばいよね、雪。本当にびっくりですよ。いや、こう愛知でもね、こんな雪降るなんて本当にないんですよ。まあ、年に2回ぐらい降るかなぐらいな、そんな勢いの街なんですけど、噂によると今夜もなんか降るみたいなことをね、ちょっとちらっとお聞きしたんですけど、もう今年入って何回降ってんのってぐらいだね。今向かっておりますのはですね、毎度おなじみタイヤガーデン K1 地流店でございます。そうです、名物おっちゃんがいる店です。はい、花屋さんなんですけどね、花屋さんのお店に向かっております。もしも、おはようございます。すいません、今ね向かってるんですけどちょっとごめんなさいね、私ちょっと道間違えたりとか、なんか渋滞になったりとかで、今やっと豊明に来ました。困るな、タイヤ館とか違うとこ行ってもらったらね。ああ、間違えちゃうかもしれない。すんませんダメだよ。すいません、間違えちゃう。そう、あと10分ぐらいですね。すいません。ああ、了解。今日ね、はい、隊長のためにスペシャルのマシン1台用意してるから。マジっすか。楽しみにしてます。はい、じゃあお待ちしてます、ね。はい、すいません、お願いします。了解でーす。はい。スペシャルな1台って何も聞いとるんやけど怖っ何なんでしょうね。ですね、またこれですね。あ、どうもこんにちは。こんにちは、またこれです。もうみんな知ってっから、みんな知ってっから、お花屋さん。はい、はい、どうも。はい、今年初ですか。今年初ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。寒いんでね。寒いですね。今日ちょっと寒いので下が回らない。そうですね。FJ クルーザーにスタッドレスつけます。じゃあお願いします。最強最強マンジ。もうやっぱね、FJ とザクリッパーとインクル、どれにつけたらいいですかっていう相談を受けました。はい、しました。私 FJ でしょ。やっぱそうっすよね。やっぱそうだよな。間違いないね。やっぱ最強だよ。最強なんですか。最強だよ、やっぱり。動画とかでね、いろいろ行かないといけないと思うんでね。はい。スタッドレスってやっぱ花屋さん捕まえに来ましたよ。花屋さんを捕まえに来ましたよ。はい、というわけでお願いしますお願いします。了解です。はい、本日つけるスタッドレスタイヤはこちらでございます。もう隊長さん1月取り付けて書いてある。ありがとうございます。あら、ありがとうございます。うわー、めっちゃかっこいいなこれ。ちょっと下ろしましょうか。あー、でかっでっけえな、やっぱりこれね、ナコモダまで横浜来ました。横浜のアイスガード G075。 これさ、結構いいやつじゃないですか。いいよ、これ結構いいやつですよね。これね、いいよ、やばいいよ、これは効くよ。やったぜ。これ今横浜の SUV 系、洋服系のスタッドレスタイヤで最上位のグレードのモデル。回転方向性があるんですよね。回転方向があることによって、より雪とかね、走破性が良くなる。あ、なるほど。じゃあローテーションは前後しかできないやつですね。そうですね。で、スタッドレスタイヤってこういう感じ、この細かいこのギザギザ、なみなみ、こういうところがね、凍った路面とかね、シャーベット状のところによく効くよっていうことで。そうなんだ。これが効くんだ。そうなんですよ。これが夏のタイヤと大きく違うところかな。へえ。なんで夏のタイヤでスタッドレスと違って、その雪道走れない、雪道っていうか凍った道とか走れないよっていうのはこういうところ。あ、そうなんですね。あるかないかっていうところ。今これゴムは動画だと伝わりにくいですけど、実は柔らかいんですけど、かなり。あ、でも確か指でちょっとこうギュッてやったらちょっと沈みますね。普通のタイヤだったら無理だもんで。夏のタイヤはどうしても硬いんで、そういうところもちょっと差があるのかなっていうところ。あ、そうなんですね。だいたい使用期限が4年ぐらい。4年。あ、4年なんですね。変えていただけるとちょうどいいのかなと。はあ、わかりました。つけまーす。やっちゃいますよ。やだだだす。はい。FJ とかは結構重いんで、
はいはい前後一緒に普通車上げられるんですけど、例えばこの体の下はいはい。危ないんでやっぱりああ、そっか。安定感もあって、はいはい。まあ、前2本後ろ2本という感じで、おー、まあ、それぞれやっていく感じで、でまあ止めしましょうねっていう感じですね。安全安全。そうですね、安全なります。お願いします。うい。ギアはこのデフのところですね。おお、すごい。どうですか、一家に1台欲しいね。ガレリフト。ネリフトいいっすね。これトヨタの純正の平田のナットって言うんですね。平田のナット。後でちょっと違いはお見せします。おーい。社外で言われるナットってどこがいいか、ここはいこういう違いがある。全然違いますね。違うよね。受けるところの形の違い、後でちょっとお見せします。もう。ちょっと補助してあげて。わあ。こうなったのなんか。タイヤマルゼン、タイヤマルゼン。タイヤガーデンのタイヤガーデンか。あ、すいません。すいません。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。すいません。あ、違った。今までついてたこれ夏のタイヤはブリヂストンのデューダルはい。 AT オールテンですね。これまあ純正一回変えてるかもしれないかな、もしかしたら。ほうほうほう。まあ18年だから変えてますね。前のオーナーさんが多分変えてます。でええ。こっちが横浜のアイスガード SUV G075 で矢印あります。回転方向性がありますよ。本当だ。こういうところのパターンにもね、ちょっとこっちでよってちょっとあ、本当ですちょっとね。匂わせツイートがしてあるみたいなね。匂わせツイート。匂わせツイート。違うよね。こっちはなんかテーパーな、なんかこう。そう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 なっててでここ形違うよね。これまっすぐだとこう入るよね。はいはい。60度テーパーって言われるんですけど、これ足りないよね。これあ、本当だ。やっぱ合わないんですよ。こういうふうにグラグあ、ラグラグラ本当だ。でその時にちょっと見にくいけど60度テーパーになってるこういう社外品のナット入れるとこれで締あ、めると本当だ。安定してますね。安定するよね。あ、本当だ。いや本当にねこれ知らなくてつけてる人いるんで。いるんですか。いるんですよ。怖っ。だからこれはやっぱりさすがに気づくけど、うんうん。これをこっちにつけることはなんとなく閉まっちゃうよねってなるとあ、はいはいはい。見た目には分かんないから、だからそういう風にならないように皆さんも気をつけてくださいねというお話ですけど、ちょっとだけためになりましたね。ためになりました。皆さん気をつけましょう。ナットには十分注意。ホンダ車とかには例えば球面座という丸い受けになってるやつがあったりとか、ここが丸くなってる60度じゃなくてあ、またメーカーによって変わってくるんですか。メーカーによってあったりとか、あと貫通してるナットはい。があったりとか、貫通してるナットでアルミ締めることはできるんですけど、ほう。ただ見た目も当然ねこういうところをこうカバーしてないとかっこ悪いよねってなるんで、はいはいはい。まあ、あと黒いのがあったりとかいろいろあるんで、まあ、使う用途とかによってほい。使い分けていただければいいのかな。花屋との約束だぞ。大事だよ。やめてそういうキャラじゃない。そういうキャラじゃない。そういうのわかんないです。 FJ は6ケツなんで6個。はい。すごい本数になっちゃいますね、これ。そうですね。軽自動車とか、まあ一部の FF 車とか昔のやつだと4ケツっていうそうですね。 4の100とかで、インプは5だよね。5ですね。 5の100。 5の100。人権ないやつ。人権ない。ホイールがない。そうそうそう。ホイールがない。じゃあこういったソケットで、お、なんかだいぶディープなソケットですね。そうそう、こういう感じでスポッと入れて、でこれで手で締めていく。で入んないじゃないですか、これ。あー、本当だ。入んないですね。あーってなるじゃない。よいしょ。あ、かっこいい。でこれちょっと動くんで、やっぱりこういう初めは手でこういうソケットでぐるぐるぐる、もう手で締まるところまで軽く締めておくぐらいで、それでまあ落ちてこないんで、あとは他のやつもえ、なんかすでにかっこいい。うわ、かっこいい。ホイール変わるというかね、イメージ変わるよね。冬タイヤに変えてそうそうかっこよさが増すってなかなかないパターンですね、これ。マシマシですね。マシマシですね。これどこのホイールなんですか、これ。
これどこなんだろう。これスタッドレスによく使われるホイールなんですけどね。へえ。でもデザインなんかも結構悪くないですね。全然夏のタイヤでも使えるよ。ねえ、うわやった。そうなんですね。冬タイヤに変える時って大体みんな安いホイールにするじゃないですか。あるある。ねえ、じゃあそれでちょっとね、なんか冬のシーズンは俺の車出せんだよみたいなあるけど、でもホイールがかっこいいからなんかあんま気にならんですねこれ。やらないですね。やったタイヤも意外とスタッドレスってこう角がね、エッジがしっかりシャープになってるので本当だ。結構いい感じ。すっごいな、このサイドのここすごいですねこれ。面白い形してますねこれ。すげえワクワクしてる。かっこいいね。かっこいい。いいね。前としては全然違う。全然違うよ。いいんじゃない？こっちの方がねいいっすね。さっきまで純正がいいって言ったじゃん。純正ホイールこうね、この前俺はもう純正のホイールが一番おーって言ったけどごめんなさい。やっぱこうやって見るとランキング第2位に降格して2位に降格しましたね。たった今だね。あ、ホイール変えよう。はいホイール変えようかなもうこれ。残り3本3本やっていきますよ。お願いします。やっちゃいます。チャンネル隊長だいたい毎日夜8時から公開。みんな見てくれよな。はい、スタッドレスタイヤにね乾燥が終わりました。めっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいですこれ。おいかちございます。ありがとう。もっと褒めて。あ前じゃないよ。車きれいにしてこれよかったな。これめっちゃ汚い。めちゃめちゃ汚いこれ。もう今日から洗車します。家帰って洗車しますんで皆さん許してください。今日からダイエットっていうのはい、一緒今日から洗車。どういうこと？まあ夏タイヤに変えるときにちょっともうこれは変えたいな。そうだね。2018年製ではあるんだけどよろしい状態ではないですね。こういうところね、傷とか。これってやっぱ運転の荒さとか出てやったりするんですかこれ？そうだね。ちょっとタイヤの空気圧がよろしくないかな。あ、なるほどちょっと少ないかもしれない。空気圧って正しく指定したやつを入れてあげないと変摩耗するので。あ、そうなんですちね。なみにこれ今いくつぐらい入ってるかやってみましょうか。ちょっとそうですね。これに本来220ですよね。ここに書いてある。お、こういうまあ国産車だとドア開けてここ大体こういうこれ L でいいよ。ここ開くから。お、なんと見やすい。うわー見やすい。あ、220って書いてある。書いてあるよね。タイヤのサイズと空気圧だよって書いてあるので、わかりやすい。これ大体普通車ここ、あと海外の車だとよくあるのは給油口の蓋開けると書いてあったり。あ、そうなんだ。知らなかったです。まあ分からない人はディーラーとか車屋さんで聞いてもらえれば。あります。空気圧ここね、はい。エアーバルブあります。でキャップ外します。でこれエアーゲージ。はい。じゃあでも200入ってるね。あ、本当だ。200は入ってる。でも少ないっすね。本来はこれずーっと入れて、もうちょっとかな。これが正しい空気圧。これぐらい。おお。ちょっとやっぱ少ないは少ない。減ってたんですね。これ石鹸水。石鹸水。石鹸溶かした水なんですかこれ？そうそうあ、そうそうあ、そうそうあ。そこにかけるんですか？そうでここにかけると、これは中に虫ゴムっていうのがあるんだけど、はいまあバルブ、はいそこから漏れてないかを確認するんですよね。あ、なるほど。だってこの足元もちょっと一緒に見といたらいいかもしれないね。古いやつだと。でここから本当にカニさんみたいにブク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 って泡吹くとはい。空気漏れてるよって話。なるほどね空気の減り方がジャーって減ってくんで気づきにくいんですよ。ほう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 。でタイヤ変えてなくて、例えば3年4年5年も経って、まあ5年ぐらい経ってくるとタイヤだけじゃなくてゴムバルブ、ゴムはいってここもダメになるんで、あ、タイヤだけじゃないんだここも一緒に入っちゃいました。あ、なるほど。あー、なるほどね。いや、かっこいい。中のこの黄色に塗装したキャリパーが目立っていいですね。これ塗った人にも感謝だね、これね。ね、ありがとうございます。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 この人が塗りました。ありがとうございます。この人が犯人ですみたいな。ありがとうございます。じゃあお次はオイル交換もいいですかね。まずオイル交換やりましょうか。よろしくお願いします。いいオイル入れるとね。